実話怪談において実話が重視されるのはフェイクではないリアルが求められているからだけではない。誰かが誰かに語った話を誰かが誰かに語り直し、その誰かもまたというコミュニケーションの運動こそが求められているのだ。いかがお過ごしですか？花田ステパノトルトリです。今回話そうと思うのは、噂は世界の敵であること、それについての詳細です。噂っていうものの害悪性っていうものは、今聞いてるあなたもご存知かもしれません。いろいろなもいろいろな観点から、噂っていうのはよろしくないと、害悪性が高いというところの話があります。で、今回はそのマルチエージェンツ、による世界の記述っていう観点から、噂の構造を見ていこうという感じになってます。で、その噂の構造を見るためには、信頼できない語り手っていうものと同時に、信頼できない聞き手っていうのもすごくあるというところの話をしようと思います。信頼できない語り手の映画だったり作品だったりっていうのは、私も結構好きで、例えば「ファイトクラブ」だったり「さよなら教えて」とかもこういったのも大好きです。でしかし、この手の作品において解説動画って結構あると思うんですよ。ファイトクラブだったり「さよなら教えて」っていうところで、いい、解説、記事解説動画っていうのもある一方で、あまり納得感がないというか、話者としてあまりよろしくないなっていうところがあると。それが信頼できない語り手に対する信頼できない聞き手っていうものがあるんじゃないかというふうに私は思っています。この信頼できない聞き手っていうところが信頼できない語り手以上に厄介であり、この構造が噂の構造であり、そして噂の問題点害悪性のところの要点を含んでいるのではなかろうかというふうに私は思っています。信頼できない聞き手っていうのは、私が勝手に造語したんですけど、この語り手は信頼できない、だから私を信じろというのようなのが信頼できない聞き手っていうものです。例えば、これについて冒頭、引用しました吉田裕樹さん、この方が、雑誌で、紹介してた伊振山伝説、についての話とかはすごく分かりやすいですね。信頼できない聞き手っていうところに関しては。っていうのは、伊振山伝説っていう、私は伊振山怪談っていう言葉は使いませんけど、伊振山伝説、飯降る山と書いて伊振山なんですけど、これの詳細については語りませんけど、要約を話すと、尼さん3人が、えー山に修行に来たと。で、その山に修行に行って、でご飯も取れないはずなのになと思ってたら、数週間経った後に、一人だけ、ふらふらと降りてきたと。でその尼さんに話を聞くと、毎日毎日、お鉢が空から降ってきて、それでご飯を食べてたんです。ただ物足りなくて一人殺し、二人で結託して一人殺し、またもう一人殺しっていうことをやってきて、それで命からがら、でもそのうち、1人目を殺した時は、お鉢が、3分の2量が3分の2になったと。でもう一人殺した時は、今度はお鉢が飛んでこなくなったっていう話をしたっていうような内容なんですけど、これについてまあ、えその光景の、そのまず伊振山でそういった尼さんがそういった出来事があったんだっていうことを村人に話したっていうのが伝説としてなって伝わっていって、それで20世紀になってから、それがカニバリズムのお話じゃないのだろうか、実は尼さんが、尼さんを食べていたんじゃないかだろうかと、そういったお話に解釈するところもあると。でこれってそんなことはないんですよ。カニバリズムなんてものは多分ないだろうし、ましてやそもそも尼さんたちがその人を殺したりとかっていうことっていうのはそもそもなかったんじゃないかというふうに私は思います。なんでかというと、これは吉田さんが、特定しても語っていたんですけど、その尼さん3人が山で、修行するだったり、また、お鉢が飛んできてご飯を食べるっていうやつで、これってまずお鉢が飛んでくるっていうものっていうのはそもそも飛髪伝説っていう密教系のものが由来であると。お鉢が飛んできてっていう、それで難をしのぐという話、これはよくあると。
でもう一方の、なんかよくわかんないけれど山に修行に行く、まあこれも密教系のやつであると。で当時のその伊振山の周辺のところというのはそういった仏教系ではあれども密教系のものではないと。ってなると密教系に対する偏見や差別意識があってそういうふうに伝播していったんじゃないかというところ。そんでもってその差別意識が根底にあってそれで、20世紀になってあるラジオ番組で取り上げられるようになってからも、そこの差別意識について、カニバリズムという形になったんじゃないかと。まあ、ここにおける差別意識、もしくは偏見、まあ、イフリヤマ伝説およびその、後の語り直しのところにおいて、差別意識に気づく方法っていうのは何なのかっていうと、まあ、ここって語り手は絶対透明ではないんですよ。我々は小説とか読む時って字の文書いてるの人、とかは基本的に透明な、語り手っていうのを想定している。でそうではないのが、ファイトクラブだったりのような信頼できない語り手っていうものであると。で、そういった、まあレトリック、小説的な技法ではなくて語り手自身のが透明ではないところに気づくためにどうするかってなった時に、まあ、イフリヤマ伝説とかの場合だったら私だったら構造を踏まえてジャンプをするってことをやるんですよ。この構造っていうのは今回のイフリヤマ伝説の場合だったら何人かが食料も取れないようなところに行きました。そしたら、空から、ご飯が降ってきました。それで何人かは死んだけど、なんとか生き残りましたっていう話ってこれ出エジプト記だよなっていうあのあれので、モーセたちが、モーセたち一行が、食料に困って、祈ったら空からマナが降ってきてそれで、難をしのいだと。まあその出エジプトの間に、何人かの方は疫病だったり神の怒りに触れて、亡くなったと。ここにカニバリズムありますかねっていう。でまたそして、元のイフリヤマ伝説の話に戻ってくると。要はイフリヤマ伝説というなんかちょっと怖い、カニバリズムの話があって、カニバリズムじゃないかって言われるような話があってそれを、別の構造の似たような出エジプト記の話に持っていきそしてそこでもう一回考えてまた元に戻ってくるとそこにあるものが見えてくるんじゃないかっていう、まあ、ある種、一番最初の冒頭で言ったようなその誰かが誰かに語った話を誰かが誰かに語り直しその誰かもまたというコミュニケーション運動っていうのがあるのに対して、コミュニケーションの運動を逆戻しにするっていうところ、誰かが誰かに誰の話をしたのかの連なりのその前の段階のところに持っていくっていうことをやっていくっていうことによって、透明ではない、語り手の存在に気づいて本当にその語り手は信頼できるんだろうかともしくはその人は本当に信頼できる聞き手なんだろうかっていうふうに考えられるんじゃないかと。でこれを実際に結構やっていると、まあ、このツェッテルカステを通してだったりまた、余談なんだけど、まあ、実際に私はこうニュースレターっていう形で、毎週無料で、サブスクライブしてくれている友人に、届けているわけですけど、まあ、YouTube での動画での伝え方とニュースレターの伝え方っていうのは当然違うと。あれってまあ YouTube の場合は、特定の誰かっていう感じではなくて顔の知らない、第三者、もしまあコメントしてくれた人の顔とか分かるし公開登録してくれてる方の顔とか名前とか分かるけれど、まあ、どういった感じの人なのか分からないと、まあ結構幅広く、伝えていると。一方でニュースレターの場合は、この人、この名前のこの人でこういう感じで、こういう感じの経路で登録してくれた人でまた直接話したこともある顔の知ってる人っていう風になると、まあ、全然語り方違うよねっていう。まあそれはさておいて、元の話に戻って、まあ、噂の構造についてですね。で噂の、まあ、信頼できない語り手信頼できない聞き手っていうところで、まあ、人は語りたいものを語るし見たいものを見るし聞きたいものを聞くっていう、まあもちろんそこには主体性があるんだけどここにおいてその噂っていうのはむしろその主体性を隠すような行為であるというふうに思ってるんですよ。
噂ってまあどういうものかっていう時に、まあ A さんは B であるけれど、C かつ D であるみたいな話をした時に、この中の B や C や D だけを取り出すっていうような、のが噂っていうものなんですね。具体例を踏まえると、まあ、例えば、佐藤さんが、まあ、次のように述べたと仮定しましょう。佐藤さんが本田さんについてね、誰かと別の人と話してる時に本田さんについての話になったと。本田さん、彼は、まあカッとなる性格だけど、まあ、情に厚くて人一倍人に貢献する人なんだよって言ったっていう。でこの語り手はまあ、情に厚く人一倍人に貢献する人なんだっていうことを語りたいその裏返しとしてネガティブな側面、まあ、としての B、まあ、カッとなる側面っていうものを取り出したと。でまあ実際怒りっていうのは力でもあるので、そういった表現っていうのは非常に有効である。でそれに対してまあ信頼できない聞き手、噂を流そうとする人はもともとその人が B だと、まあ、カッとなる性格だって思い込んでるわけですよ。でそれでその話をよし聞いたと、やっぱり B だって。でそれで、別の誰かと話す時に、佐藤さんも言ってたんだけれど本田さんはやっぱり怒りっぽいらしいよと。だから彼に任せる必要、彼は任せるに値しないよみたいなことを言うわけですよ。まあ全くその信頼、まあ、語り手の佐藤さん、が言ってたことと真逆のことを言おうとしてる。まあ、自分はでこの噂の、まあ、意地悪な点って私は意地悪な点と思うんですけど、自分は言っていない点を取るんですよね。佐藤さんはこう言ってたんだけどっていうね、まあ、自分の責任を放棄する行為なんですよねこれって。他人の判断を自分の口から出す時って必ずそこには自分の判断が入っているんですよ。その入っているってことを言わないといけないというふうに思ってますね。まあ、これは取材だったりとか、もしくは怪談を語る時っていう時においては主体性が入っていないとそれっていうのはまああんまり成り立たないよねっていうところ、まあ完全なものとはならないよねっていう、まあこれがそのやっぱり B だって思い込んで、まあ、やっぱりカッとなる性格だからっていうところで、もう一方でまあ逆にそのえっ、とまあ語り手に寄り添った形で、まあ、例えば彼は、人一倍人々に貢献する人だという表を聞いた人が、やっぱり彼はそうなんだって、だから彼に任せるべきなんだって別の人はそう思うかもしれないと。でその人もまた、佐藤さんがこう言ってたんだけどみたいな語り方をすると。でこの時に気をつけるべきなのは誰にっていう、この、佐藤さんの、語りを聞いた、まあ X さんと Y さんそれぞれ別々の話を、ポイントを取り上げて、それで、他の人に誰かに話していると。ってなるとどうなんでしょうかねっていう。結局そこには自分にとっての都合のいいような、要はこう任せた方がいい、任せない方がいいとか、そういったところの結論を出そうとしている、ある種力を、出そうとするっていうところ、そこにおいて、前回の話の関連になるかもしれませんが、そこにはある種のルッキズム、もしくは自分にとっての都合のいいもの、そういったものを作る狙いがあるのかもしれないというところにありますね。もちろん伝聞っていう行為自体はいいと思います。誰かが誰かに話してそれをまた誰かが誰かに話すっていうこと、これ自体はいいと思うんですよ。否定しないんですよ。しかし自分が物語るその主体性だったり主体的な行為を忘れてはいけませんと。誰かの評価を自分の口で話す時には自分の評価がそこには入っていますよっていうこと。そしてむしろ忘れてはいけないだけではなくて、自分は彼はこう言っていたし私もそう思うみたいな、いう風な主体を入れるべきなんですよ。絶対佐藤さんが言ったことと自分が思うことってマッチするわけじゃないわけなんでね。で実際噂を流した X さん Y さんのように実際は、任せるべきではないという、どっちかかもしれないけれど、しかし、実際に語った人、佐藤さんが語った
C とか、D、つまり彼はカッとなる性格だけど情に厚く人一倍人々に貢献する人だっていうところの、前半部分も後半部分も両方、決して無視する、無視してはいけないと。ちゃんと、自分の意見として彼の言葉を全部聞いた上でそう思ったんだという感じにしなければならないと。で、噂の良くない点の話になるんですけど、もう一回噂の良くない点に行くんですけれどね。彼はカッとなる性格なんだ、だから良くないんだっていうような、評価をした X さんについて、例えばでも彼はカッとなる性格だって言ったけれど情に厚く人々に人一倍貢献する人だって言ってたじゃないかっていうとですねその指摘された X さんはどう反応するか。噂においてですよ。大体の噂においては佐藤さんは本田さんと仲がいいからそう言っているだけですって言うんですよ大体。引用自分は佐藤さんもこう言ってたんだけどって引用したのに、そしてその権威に従ったのに自分の責任を放棄して B だけカッとなる性格なんだっていうところだけを取り上げると。なんかそういった、逆のところもそうですね。人一倍貢献する人なんだって、評価した Y さんに対して、でもでも佐藤さんはあの人はカッとする人だけど、カッとなる人だけどって言ったよねっていうと、いやそれは、佐藤さんが本田さんに対して厳しいからだみたいないう風になると。なので自分の責任を放棄したり、放棄、する、引用してんのか、なんか自分の責任を放棄してないのかどっちなんだいっていうのがわからないのが噂のやばいところですね。なので、客観っていうのを装っている、噂っていうのはある種客観を装ってるっていうところも悪いよねっていうところがあると。本心から客観であると、自分は客観的なことを言ってるというところもあるのかもしれないけれどね。なので主観は主観であると、自分がそう思った、自分が聞きたい、聞いたこと、自分が評価したことっていうものはちゃんと自分のものとして話しましょうというところです。もちろんその、噂を流す人っていうものについての悪意とかを、害悪性から悪意を見出すかもしれないけれど、反論のカミソリ、を忘れないでほしいかなっていうふうに思ってます。つまり無能で十分説明がつくことに悪意を見出すなっていうのが反論のカミソリです。なのでその噂を流すっていうのは本当に悪いことであるんだけれど、噂を流す人は悪意を持ってやっているとは必ずしもないと。本当に自分が客観的なことを言っていて、でこの話を伝えることで本当に良くなると思っていて、自分は本当に主体的に話してるんだと思っている無能かもしれないっていう、無能で十分説明がつくんだから悪意は見出さない方がいいですよっていう話である。でそしてこの語りにおいて、誰かが誰かに誰かの話をするという語りにおいて、無能であったとしても、たとえ無能であったとしてもですね、その視点自体は探求に値するっていうところがあります。はい。噂的っていうところにおいて、その噂自体は有効に活用しましょうというところです。信頼できない聞き手や噂に対する対応策っていうところにおいては、誰がいつ何を見て誰かの話を聞いて、そして誰に言ったかっていうところの注意を払うこと。ここにそこには主体性が絶対あるから、その主体性を見抜きましょうと。でそして語られたもの、語り方の構造を見て、別のものへとジャンプし戻ると。主体性の逆戻し、というのをやりましょう。これはイフリヤマ伝説だったりとかそういったところですね。でそして、これが、信頼できない聞き手や噂に対する対応策というところです。主体性の存在を見抜いて主体性の存在を逆戻しにすると。そして、次が、主体性の統合、総合と統合をやろうと。これって伝聞自体、何でもかんでも噂って疑ってもしょうがないし、なんかみんな恣意的だったり、もしくは、自分勝手に動いてると思い込んでもしょうがないと。
で実際我々って世界をどう記述するかにおいてはある種パッチワークのようにしかできないというところがある。要はみんなの意見とみんなの意見、得意領域得意領域っていうのを組み合わせていってなんとか世界全体が記述できると。でもそれで、パッチワークがそうであるようにそのパッチワークが、一つのところが歪んでしまうと全体が歪んでしまうと。なので噂っていう世界の的には対処するほかないですよっていう話のところがあると。っていうのが今回、噂は世界の敵であるということ、そして信頼できない語り手であること以上に信頼できない聞き手っていう存在が大変であると。で、話として主体性っていうものを自分が話す時は主体性を忘れちゃいけないし、誰かの話を聞く時は主体性の存在をちゃんと認識しなくちゃいけない。そして、主体性、もし何かおかしなところがあったら、構造を、超えてジャンプして、そして元に戻るという主体性の逆戻しをしなくちゃいけないと。で、主体性の最も最たるものって何なんだろうかっていうと、好き、好き嫌いの好きですね。好きについて語るっていう時が最も主体性が現れるんじゃないかなっていうふうに私は思ってますね。で、実際噂っていうものを語る時において噂を語りそうになった時に主体性を取り戻す方法というのは自分の好きっていうところの話なんじゃないかなっていうふうに思ってる。実際その噂を語る時、さっきの例のように、本田さんは、カッとなる性格であるから、人に任せるべきではないっていうふうに言った X さんは実際は何が欲しかったんだろうかと、何が好きだったんだろうかと。本田さんのカッとなるところが嫌いだったとかそういったところではなくて、多分自分が、自分がチームリーディングしたいんだっていうその欲しいもの、自分のやりたいこと、好きなものを欲しいと、好きなんだと言わねばならないと。古くから、聖書で言われているように求めなさい、そうすれば与えられますという、求めなくちゃいけないんですよ。なので噂をもし自分が流しているんじゃないかと不安になった時には、自分の好きなものを好きだと語る、欲しいものを欲しいんだと語る、求めるということをやった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ私は何が好きで何が欲しいのかって言われたら、こうやって知識の発展をするっていうこと、こういったのも好きだし、また好きを探求することっていうのも好きで、その結果を人にニュースレターとして伝えるっていうことも好きです。はい。そんな感じでちょっと話は長くなっちゃったので終わりにしようと思います。それでは、青心に。